こんにちは、聖堂です。今回のテーマは、ひらがなの和です。ひらがなには漢字にない様々な特徴があります。その一つが、こうした小さな和の存在です。結びとも言います。ひらがなの中で、こうした和があるのは何文字ぐらいかご存知でしょうか？と言いながら、実は私も今回初めて数えてみました。なんと12文字、4つに1つ。意外な多さです。書き方のパターンも様々ですので、この機会にぜひマスターしましょう。まず、代表的な2つのパターンについて。1つ目はこの形。ぐっと入れて持ち上げて横へ払う。な、ね、ほ、まがその例です。おにぎりとか栗とか言われています。実例として、ほを書いてみます。もう一つは、この形です。横に伸ばして、低く折り返す。ぬ、は、よが該当します。これも、魚とか、米粒とか、リボンとか、いろいろ言われます。これも、実例を一つ。この二つの違いは、元の漢字から来ています。おむすびの第一グループは、こうした感じで、最後の部分を少し崩しながら続けていくと、ひらがなの形になります。2番目の魚グループは、こうした感じで、同じく最後を続けると、ひらがなの形です。この結果、一番違ってくるのは和の高さで、第1グループはある程度高さを伴う折り返しとなり、第2グループは低く折り返します。最後に抜けていく方向も、第1グループは横に、第2グループは下へ向かいます。このように2つのグループで形は全く異なりますが、一つだけ共通点があります。どちらも小さく書きます。ここは大切なポイントです。結びが大きいと、こんな感じ。急に子供っぽい字になります。大人の字にしたい場合は、絶対小ぶりに仕上げてください。ちなみに第2グループは、平たいのをさらに一歩進めて、こんな風に、ほとんど和が潰れるような書き方も可能です。第1グループでこれはありません。次に、このどちらでもない第3のグループ、今日の主役です。お、す、み、む、る。このグループ内での共通点はありません。一つ一つ独自の書き方が求められます。順にご説明します。まず、おです。途中、上に上げるところまで、おむすびグループと同じで OK です。違いは最後に向かう方向。やや右斜め上に筆圧を加えながら伸ばしていきます。おの書き方のコツはいろいろありますが、今回はあくまで和に特化します。他の字も同様です。次はす。ひらがなには元の漢字の名残を強く留めているものとそうでないものがあります。すはその前者の典型で、元の漢字、寸を意識するとうまく書けます。仮名書道になると、こんな書き方も出てきます。ここまで漢字に近づける必要はありませんが、イメージ的にはこれに近い感覚です。ぐっと止めた後、突き上げて、向きを変えて、下に短く払う。気持ちは寸のイメージです。みです。和の始まりの部分に注目です。多くの場合、和につながる線は、こんな風に少しだけ湾曲して内側に入ってきます。そこから和が始まる。本当に微妙ですが、少し内に入る。これが定石であり、
重要な秘訣です。しかし、このミの場合は、気持ちよくスパッと、まっすぐ入っています。定石通りカーブさせても悪くはないですが、私としてはあまり曲げない方がおすすめです。ここで一旦必ず止まり、角を作らず小さく曲げてから右上に向けて一気に走ります。方向は必ず右上です。ここを下げると、なぜか急に幼い字になってしまいます。無です。これは今日取り上げた中で一番見慣れない書き方かもしれません。和をこういう普通の形で書いてもらってももちろん構いません。絶対やっていただきたくないのがこの丸い形です。では今回の少し見慣れない書き方をご説明します。縦線が下まで降りたらそこからシンプルに跳ね上げます。こんな風に丸くする意識はありません。そしてそのまま下げていく。丸くするしないというよりは、もともと和のイメージがないといった方が正しいかもしれません。こうして書いた結果、中が潰れても、あるいは多少空間ができても、それは自然のままで結構です。ちょっと特殊な書き方に見えますが、慣れるととても書きやすいので、一度お試しください。最後、るです。これは形がどうこうというより、シンプルに小さく結びます。別の書き方でこんなるもあります。これだともっと小さくなります。もともとる自体が小さく書く字ですので、結びもそれだけコンパクトにしましょう。今回は以上です。代表的な形以外にも結構いろんなパターンがありました。実に個性的です。単純なまん丸はないこと、そして基本小さく書くこと、これだけは覚えていただいて、これら個性派集団に挑戦してみてください。